普通にブレーキかけてステアリングを切り込んで大丈夫、開けて大丈夫、今大丈夫じゃない、ブレーキかけてここで開けて大丈夫、ブレーキかけて今開けてブレーキかけてなんかリズムを長い減税はやってきていいのかなっていうかさ、でどんな速くても多分直線だったらバツンってかけてもスピンはしないと思う。でもやっぱりステアリングが上がった。直線の上げて落とす、上げて落とすのだったらまだ最初多分そんな速くならなくていいと思う。全然またステアリングが今は速度が速い段階だったので、はい、もうタイムが速いったのかな。ああ、向こうが結構速くなって難しいのかな。あっちのは R がそうですね、大きいからですね。今日は何をしてるんですか？今日はブレーキ、この間あったブレーキとそれにちょっとステアリングを加えて、ブレーキングにステアリングを加えて何のために姿勢を作るっていう、入るため、何の姿勢を作るんですか？曲がるための姿勢で、曲がるための姿勢を作るんですか？きっかけを、曲がるきっかけを。なるほど。こういうところで、はい、なるほど。曲がる姿勢になってなくて曲がろうとしたってことですね、今のは。曲がる姿勢になってないのに曲がろうとし、あえてしてるわけですね。いや、失敗してます。失敗してます、これは。じゃあちょっと成功の例を。ダメだ、なってない。成功の例を。ならないですよ。ちょっと手本を見せてもらっていいですか？ならない。曲がる姿勢っていうのはなんとなくわかるんですか？わかります。曲がる姿勢になって曲がったときは今なりましたってなりませんでしたって言ってくださいね。はい。今のは？なってないんじゃないですか。なってないと思います。ですね。なってないですね。今のは？今のはいやなってないです。なんかあるんですけど。今のは？それぐらいマジ書いてもいいですか？いいですよ。今のは？じゃあここからですね。いやなってると思うんですよ。なってる。いや今は違う。違う。今のは？いいじゃないですか、これは。単純になんかなってないです。そろそろ決めてもらっていいですよ。そうですね。はい。分かりやすく。多分車がなかなかロールとかしないんで、そうでしょ。比較的あれが分かり難しいと思うんですよ。でも私が今やってる方なんですよ。これ今若干オーバーだったんですよ。前がするからだでしょこれ。これオーバーが若干出始め、これ今できたんですよ。今実は多分私これ曲がる姿勢してますよ。曲がる姿勢になるんだけど、
すぐまっすぐに姿勢が戻ってしまうので、はいはい、曲がる姿勢ができて、アクセルを入れるまでの時間が長すぎる。だからできたと思ったらすぐ踏んでやらないといけないですよね。ちょっとできたと思ったらすぐラインとか関係なしにすぐアクセルに移してください。曲がる姿勢できたらすぐアクセル入れる。そう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 、すくい上げるような感じでですね。そう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 。だから車の特性としてその曲がる姿勢が、なんていうんですかね、シビアというか時間が短い、姿勢ができてる時間が短いから、多分決まった時とあれの時のステアリング角度を見てもらうといいと思う。多分ほとんどカウンターステアゼロでいってると思う。ゼロカウンターでステアリングを大きなに曲がってる。でも分かりますよね、すくい上がってくるようなアクセルでこうすくい上げるような状態で立ち上がっていきますよね、つながってる時は。これつながってアクセルが今入れれなかったんで、もうちょっとアクセルをつないでもらっていいですか。ここで入れ始めていく。そう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 、スッと入れたらすぐ入れ始める。そう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 、スッとできたら入れ始める。今のはラインが悪かったですねモーメントの方向が悪かったです。スッと入れ始める。そう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 、だからアンダー気味からアンダーからオーバーに変えていくっていうところのつながりがものすごい狭いですよね。やっぱりストローク量が短いから到達時間が早いんです。はい、でだからストロークする車はそこの余裕が出るんですよ。ただ余裕が出るけど、速い動きをさせたい時もあるじゃないですか。すぐ向きを変えたいって言った時に、ストロークが多いとすぐ向きが変えれない。はい、そうです。到達時間が曲がる姿勢になりますっていうまでのこのストロークする距離が短いので、すぐ曲がりますっていう姿勢になるんですよ。で気を抜くと曲がりますっていう姿勢が曲がりませんっていう姿勢にすぐ戻ってしまうので、その時にアクセル入れてもアンダーになってしまう。なので曲がりますっていう姿勢ができた後すぐオーバーステア状態に変えてあげて、アクセルで曲げ込んでいかないといけないから、その区間が短いわけですね。でそういう車の作り方とかをそういうストロークするしないとかっていうのはそういうところを見ながらセッティングしていく。今たまたま少ないですよね。だからフロントのテンションをちょっとだけかけてあげるとそこがもうちょっと時間ができる。全体で動くと立ち上がる時もやっぱこれストローク量があるとそこもやっぱ変えてくれると思うんですよ。車がこう沈み込んでまだタイヤが滑らないようにカチッてもいわゆる底ついた状態になったらもうちょっとでももうそれをオーバーするとスッと出ると思うんで、多分立ち上がる時もかなりシビアですから、アクセルワークがもう余裕が低いところとかでコントロールできる人は逆にそれを利用するんですよで利用できる人は少ないストロークのところの部分を普段は抑えて走って、早く動かしたい時には逆にそれを解放させて早く動きを出す。でも常に抑えれない人は常に解放されちゃうわけですよ。曲がる姿勢になってもすぐ解放されちゃうから、それを抑えきれる人は普段は抑えてで早く動かしたい時はそれを解放させて早く動かすっていう人にはこういうセッティングもあるんですけど、分かりにくいですよね。そこがまだ見えにくい方はですね。これでちょっとだけフロントのテンションをかけてみてやってみると、で体調に走ってもらうと違いがまた分かると思います。さあバーンならメトロノームみたいなのをずっとこうフットかなっていうのと言ってると思います。ゆっくりのやつだったら気抜いとってもずっとそうですね、それを維持できるんですけど、多分ビューンと戻るタイプなんで常にこう忙しい、触れる幅が少ないんですよね。少ないんです、いやダメやこれまず常にフットかなっていうか、いや大丈夫です。それで変わるはずです。
体調レベルだったら変わるはずです。走りが変わるはずです。じゃあなんか全然いいですいいです。いいですかこれ。いいですいいです。本当にかけたんでしょテンション。受けました。あ、じゃあちょっと渡してくださいやこれ緩んでないよね。大丈夫ね。い。それドライバーがちゃんと判断できますんで。ついてください。はい、ついてください。大丈夫です大丈夫です。反対だったら反対ですよって言うと思います。手巻き締めたはずなんですけど。あ、全然今のです大丈夫。つながるでしょ。曲がる姿勢になりました。ちょっと今タイミングラグがあるけど、ちゃんとオーバーステアクセルに入れた時に乱れずにつながりますよね。スッと入ってグーッとアクセルで入れてすくい上げる。これさっきはこれがめっちゃシビアだったでしょ。電池がなくなっちゃいました。ねじりました。この今このこうってじわーっと切って上がってこれをまず滑らかにする。例えば落としてもうどうなっても大丈夫。この時が例えばこれが早く切るとブレーキで止まる前にもう若干ここで内側に切り始めてここで完全に切る。じわーって戻してこれでなんかいいとこなんだけど今これがオーバーにやって綺麗になんかもう言うなら多分調子がいい時ずーっとステアリングが動いてると思うんですよ。直線になることなくはい。ただここからこう来てここからもう一気に気が始まってるんですよ。簡単に言うとでガッツリ来てここからもうまだ直線戻ってなくて今真ん中に戻ってるけどまだもう右に来始めてるでガッツリ切ってここからまだ直線に戻さないで今左に切ってこれ完全に切るみたいな。だから常にステアリングが、はいセンターがどっちかに行ってる、ぐらいでなんかアクセルもブレーキされてましたね。いや見てましたよ。でもなんかこれ一緒ったら切り込んでいった時もうここでブレーキ離してもいわゆる前に足を乗ったままになるんで、はい。完全に手もリズムというか車の姿勢の流れですよね。分かるために自分は最初も音でやりよったんですよ。でその音とステアリングの切り込み具合と、はい、でこれなんかそれぐらい気づくことがあったんですよ。何回か私の車は絶対動くんで多分簡単なんですよ。動くんで動きますよね。動くんで簡単なんですよ。逆に